はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回イベントにご参加くださった方やご検討いただいた皆さんもありがとうございました。毎月、翌月のイベント情報やまた星の動きをLINE で配信していますので、もしお友達登録がまだの方はぜひ概要欄からお友達登録お待ちしています。では行きましょう。今回は6月後半のタロットリーディングです。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。6月後半です。ワンド10、ワールド逆、ソードのナイト逆、ペンタクルスのプリンセスはページですね。そして、ペンタクルス9、ワンド4逆、ユニティということでペンタクルス2です。気をつけることや対策はカップの3とデビルとオラクルワーツ。わーい、ストレングスです。おめでとうございます。そうですね。まず一つ星の動きというか、季節の動きですけれども、6月21日が夏至ですよね。ここから、太陽は、蟹座に入っていくということで、すごくこれはいい一つの区切りです。この2024年の前半って忙しかったと思うんですよね。皆さんいろんなことがあったと思うんです。流れもいろいろ激しかったし、なので嬉しかったことや想定外だったことや頑張ったこととか、これまでの自分の経験っていうものをすごくこの6月21日で噛みしめて、自分の中に育ってきた可能性とか新しく見えてきた希望とか、そういった心の中に感じたもの、目標でももちろんいいですね。それをこう改めて感じてみて、ここまでよくやったなっていうことを感じてみて、そして新たに芽生えたものを温かく温めていく、そしてここからそのように流れていくみたいな感覚になります。でなのでとてもスムーズなんです。ちょっとこう夏って疲れが出やすかったりとか感情的になりやすいっていうのはあるんですけれども、お羊座の皆さんちょっとね落ち着くんじゃないかなって感じがします。いい意味で。でちょっとカードを見ていくと、やはり6月後半に至るまでのここまでの流れがあまりにも忙しかったっていう感じがしますね。お疲れ様でした。本当に頑張ったねって感じがすごくあります。ワンドの10っていうのはやっぱり自分の力量以上のことにチャレンジしてみたとか、無理だと思ってたけど頑張ったんだとか、何か自分の中でのその限界を超えるようなことにチャレンジされた方が多かったんじゃないかなと思うんですね。これでも素晴らしい経験だったと思います。怖いけどやってみたとか、緊張するけどよかったとか、やはり安住のエリアから出るっていうのはすごく脳にもいい刺激になりますし、魂にも細胞にもいい刺激として出たんじゃないかなと思います。ただそれがご自身の意識の中では、マインドの中では、これは自分の世界とは違うんだとか、本来の自分の世界とは違うことが起こったんだっていうふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、でもそのことを通してご自身がどんなふうに成長したのかとか、何を感じられたのかっていうことの方が大事ですからね、とても。そして本当にここまで走り抜いてきたなって感じがすごく出ています。で星で見てもやはり今自分の価値っていうのはもうどんどん肥やしていく、もう肥やす畑がいっぱいあるみたいな感じで、やることは止めどなくあるっていう感じで、コミュニケーションも自分が開けば開くほどいろんなものが入ってくるし、可能性も出てくるし、そこから何を自分が選んでいこうかっていう感じで、ようやくこの6月21日から今までいっぱい得てきたこの可能性を自分の中で収めていく、ちょっと選んでいく、温めていく、どれを伸ばしていこうかみたいなね、そういうのを選んでいくんだなって感じが出ていて、めちゃくちゃスムーズです。6月後半でご自身でもね、ここでグロースっていうカードが出てますが、ここから何を紡いでいきたいかなっていうことで、今までこのたくさんある可能性の中からこれを紡いでいこう、これを育てていこうみたいなのがちゃんと出てきてます。でそれもなんていうのかな、感覚的に
この自分の思いだけでやっていくっていうものではなくって、なんかそのバックグラウンドとしてすごく応援されているエネルギーがあるんですね。何かそれをこう後押しされているような感覚っていうのがご自身の中でもあるので、じゃあこれやってみようかなって感じだと思います。でその後またね、ペンタクスの9ということで、何か自分をこう階段を上って一個ずつ上がっていくかのような高揚感だったりとか、現実的なチャンスっていうものがやってきます。これはとてもいいですね。人間関係においてもビジネスにおいてもいいんですけれども、おそらくご自身が選んだものがすごくスムーズに育っていく、うまくいくんだ、うまくいってるんだという感覚のもとに流れていくなということで、心も晴れ晴れしてる感じがします。こう人ってやっぱりちょっとずつ良くなってるっていうことを感じると、もっと頑張ろうって思うじゃないですか。そんな感じ、自分でもうまくいってるって感じやすいですね。そしてその後がまたね、ワンドの4ということで、すごく穏やかに自分らしいパフォーマンスができるっていう感じがします。よかったですね。穏やかに自分らしいパフォーマンスができるです。これはちょっとここまでの流れっていうのはちょっと自分らしくないかもしれないけど頑張ったっていう感じがあるんですけど、その経験があるからこそ、なんか私らしいってこういうこととか、これが私にしっくりくるみたいなのが分かっていて、なおかつそれを温めて楽しんでゆったりと感じることができるっていうふうに出ています。でさらにその後ユニティということでね、こう何かが統合されていく、いや違うんだと、違う畑なんだと思っていたものが統合されて、何か一緒にやっていくことができるみたいな。例えばこれとこれは全く違う仕事だと思っていたけど、なんと融合することができるのかとか、誰かと誰かっていうのは絶対無理だと思ったけど、こんなにうまくいく方法が見つかったとか、または自分の中にある自分のいいところと嫌なところが、もうそのいいところ嫌なところっていう二極ではなく、自分の中でうまく統合されていく、これを全部含めて自分なんだっていうふうに感じていくっていうこともありますので、めちゃくちゃスムーズですね。おめでとうございます。そしてなんせオラクルがストレングスなので、この6月の後半っていうのは、まるでここまで走ってきた、6月まで走ってきたことのご褒美として、自分の中に蓄えられた力を存分に使えるよって言われてる感じがします。そして気をつけることとしても言われているのが、唯一ここでデビルというカードがね注意のカードが出ているんですけども、なんだかねちょっと良すぎるぐらいいいんですよお羊座の皆さんで。この良すぎる感じっていうものが、なんだか自分を欲に落としてしまうんじゃないかみたいな懸念があったり、または人ってすごくいいことばっかり起こると、なんか悪いこと起こるんじゃないかなとかって思ってみたりっていうことで、この喜びっていうものをふんだんに感じるというよりは、恐れ多く感じたりとか、受け取っていいのかなこんなことをみたいな感じで思ったりとかね。何かもしくはすごく仕事がうまくいってるとしたら、この仕事すごくうまくいってるけどこれなくしたらどうなるんだろうみたいな余計な不安が出てきたりとかっていう、そういった懸念はやっぱあるんだなっていうふうにありますので、これは皆さん自身でコントロールしてください。これ運勢がどうこうではなくって、運はもうめちゃくちゃいいって感じなので、ご自身がその運の中であえてネガティブな方に意識を向けるのか、それとも自分の思考癖ってこういうふうにいつもリスクばっかり考えたりネガティブなことばっかり考えていたけど、今はこれを楽しめってことだなとかっていうふうに、自分で自分をコントロールする術を見つけていってください。すごくこれ対照的なカードが出てまして、ここではね喜びの方に自分の感性をシフトしていくよっていうカードも出てるんです。上位です。でこの喜びっていうのは一人で達成できないものであり、たくさんの人や関わる友達や同僚や仲間やいろんな人と関わりながら感じていくことができるよっていうふうに言われてるんですね。だけれどもご自身の中ではその不安材料っていうのを話したくないみたいな感じで持っているので、すごくコントラストがありますね。1ヶ月の中ではもちろんなんかちょっと今日は調子悪いなみたいな日があったっていいですし、体調が悪い日があったっていいと思うんですけど、その時にそのままずるずると落ちないということですね。ゆっくり休んでまた自分なりに復活する方法で自分をきちんと保つようにしてください。喜びのエネルギーや豊かさのエネルギーというものがこの2週間というのはすごく強いので、それらが自分を守っているっていうふうに思ってみてほしいんですね。
ご褒美って感じですね、これは。そしてちょっとねお仕事にも特化して見てみたいと思います。仕事はまだ引き続きというか、6月から入ったとこですからね、そのコミュニケーションとか情報とかやり取りがいいよっていうのがね。なので膨らんでいくんでしょうね。ペンタクルスのナイトとワールドとソロシビトということで、この6月の後半だけで言うと自分がものすごく動けるかっていうと動けない、動きにくいものがあります。それはなぜかっていうとまだ温めて一つずつ着実にこなしていかなければいけない状況なので、何か一足飛びに行くとか誰かに任せるとかっていうことはあんまりできない感じなんですね。自分がしっかりと一つずつ確認していかなきゃいけないよっていう感じがあるので、むしろそれを楽しんでほしいなっていう感じがします。一気に行くことだけがいいことじゃなくて、そのプロセスを楽しむ、一つずつ味わってこの過程を楽しんでいくっていうのがいいみたいです。そしてお仕事もとっても恵まれています。今のこれで見てもそうだし、仕事だけで見てもやっぱりワールドっていうカードが出ているので、まさに自分の世界を築いていけますねっていう感じがしてます。これでもね、なので新しい可能性を一つずつ進んでいきながら、自分らしさっていうものも出てくるし、何か自分の中でこだわっていたものやちょっと対立していたものっていうのも統合されていくし、何かが完成していくんだなっていうのをすごく感じます。でそれは具体的に動くっていうこともそうかもしれませんが、どちらかというと視点を変えてみるとか、動かないで違う可能性を見ていくことで感じる自分の進歩なんだなっていうふうに思いました。このペンタクルスの9もだし、ワンドの4もペンタクルスの2もこのプリンセスもすごく安定してるんですね。何かが動いてるとかすごい勢いで進んでますっていう感じではないんです。だからこそゆっくりとじっくりと一つずつこなすことが大事だよっていうふうに言われてるので、決して焦らないでくださいね。そして着実にお羊座の皆さんの世界をご自身で作っていってますからねっていう感じで、なんか強いメッセージですね。もう一つ人間関係見てみたいと思います。お月さんとカップの6とフールの逆ということで、心配することなかれって感じですね。人間関係においてっていうのは、他者がどうなんだろうかとか、他者は自分を認めているだろうかとか、そういうのってキリがないので、自分が他者に対してどうしたいかって、自分がどうありたいかっていうところに焦点を当てていただきたいんですけども、この流れを見てると6月後半お羊座さんを責める人なんか誰もいないみたいな感じもあり、自分以外はねあり、人間関係においての懸念材料っておそらくこれと関連してると思うんですけど、何かご自身が引っかかっていること、恐れていること、その恐れは何なんだろうなっていうふうに、ご自身でその恐れに光を当てることでなくなるなって感じがあるんです。恐れを恐れるままずっと見ないようにして温めておくっていうのではなく、思い切って光を当てて見てみる、何が怖いんだろうっていうふうに見てみると、それって現実にはならないことだよねみたいな、それってただの妄想だったよねっていうふうに分かるっていう感じもあり、なのでそこに意識を向けるというよりは、自分の中にある優しさに焦点を当ててくださいっていう感じがします。このカップの6っていうのはとっても優しいノスタルジーな温かい気持ちっていう感じなんですね。そうそうみたいな、本当に安心する、無理して頑張って何者かになろうとか、誰かに受け入れられるために何かをしようとかではなくて、本当に自分が持ってるエッセンスでそのままでいいんだって、こんなに自分にはいいとこがあるし、このいいところで人と向き合っていこうと、そうすることによって人からもすごく受け入れられる、そして自分の優しさっていうのを周りはちゃんと分かっているっていう感じがするので、思いのほか人から優しくされるんじゃないでしょうか。思いのほかいいちょっとした声かけをもらうとかね、そんな感じ、心があったかいですね、なんだか。そして患っていたことや気になっていたことなんかどうでもいいみたいな感じになっています。いいことですよ、これは。誰にもとらわれずに、何にもとらわれずに自分自身が自由にいられるっていう感じがします。人間関係においてこれは素晴らしいことだと思います。なんかいいな、とっても。
はい、ということでヒントを得られましたでしょうか。ちょっと最後にねまたオラクルカードを引いてみたいと思います。こんないいカードが出たら本当ホックホクで過ごしていけそうですね。なんか単に与えられてるって、もちろんそのご自身の中ではねちょっと不安に思うこととか、ちょっとこう気を抜いたらまたガタガタってこう意識がネガティブな方に行きそうなのはもちろんありますけど、でもそれは自分の中でコントロールできる範疇だよって言われているのと、やはりここまでのものをやっぱ精査していく、よく頑張ったなっていうことで、この今までの動きがあったからこそここからの動きのありがたさを感じられるんだなっていう感じがすごくします。ということで6月後半ね。はい。お、ティーチャーというカードが出ています。このカードを見て何か感じることがあれば、ぜひご自身でも直感でメッセージを受け取ってください。そしてどんなメッセージを受け取ったのか、ぜひねコメント欄で教えていただけると嬉しいです。いいですね。Learning a new path ということで、新しいね道ができるんだ。よかったですね。その何かを学んでいくためのこういい教師が、いい恩師なり教師なりがすごく見守ってくれているのかもしれないですね。そういう学びを得るにはとってもいい時期なんでしょうね、きっとね。いやー、いいですいいです。いやー、なんだろうこの安心感はい、ということで皆さんもこの安心感を感じていただけたなら、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。今回もありがとうございました。次回はまた6月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということでぜひいい6月後半をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。